665馬力 1740kg、 圧倒的なパワーと引き換えに背負った重量、ストレートでは無敵。しかしコーナーでは重さが牙を抜く。誰もがそう信じていた。だが一人だけその常識を疑うドライバーがいた。 MFG で神道と呼ばれたハイ馬将彼は GTR の弱点を消そうとはしなかった。その重ささえも武器に変えるためマシンとの対話を始める。速さはエンジンじゃない。ドライバーに伝わる情報の質で決まる。そう言って彼が開いたのはモザピットハウス。まず手を入れたのはステアリングフィールダー。ステアリングホイールイナーシャを2250から1800へ。切り返しは鋭く GTR の大きなボディが一回り小さくなったように感じる。続いてマックスホイールスピードを 180%、 高速域でも修正荷重が驚くほど自然になる。ナチュラルダンピングは15、ナチュラルフリクションは20、ゲームダンピングは35、ゲームイナーシャは20、ゲームフリクションは20、スピードディペンデントダンピングは80。重さではなくタイヤが路面をつかむ感覚だけを残す。そして最後にイコライザー。 10Hz は 130%、15Hz は 190%、25Hz は 150%、40Hz は 90%、60Hz は 30%。 荷重移動、タイヤの限界、リアが動き始める瞬間、それらがステアリングを通してまるで言葉のように伝わった。次にマシンを仕上げる。リアダウンフォースは260、空気抵抗を抑えながら高速安定性は維持。サスペンションはフロント100、リア108、 LSD は旋回重視。センタデフは 35.65、 4ダブル D でありながら FR のような自然な回答性を狙う。ブレーキバランスは前プラス2、モザ CRP2、 ロードセルペダルだからこそ可能な限界ギリギリまで攻めるブレーキング。全ては GTR は曲がるという答えを証明するためだった。舞台は GTR カップ、ジルビルヌーブサーキット。高速ストレート、重いブレーキング、連続試験員、そして最後に待つウォール・オブ・チャンピオンズ。少しのミスが全てを終わらせる。スタート665馬力が4輪抜ける。しかし相場シューアクセルではなくブレーキで勝負を始め、深く踏み込む。フロントタイヤへ荷重が乗る。モザール5から限界の手前にあるわずかな手応えが伝わる。まだいける。さらに奥へ。 GTR が自然とノーズを向ける。アクセルは一気に踏まない。リアタイヤが路面をつかむ。
その一瞬を待つ。3565のセンターでフが静かに仕事を始める。そして665馬力が一気に解放される。 GTR は重さを感じさせない加速で次のストレートへ飛び出した。試験後、遠石を恐れない。ステアリングホイールイナーシャ1800、ホイールスピード 180%、 ハンドルは瞬時に応えた。 GTR はリズムよく向きを変えていく。4周目、トップを走るシルバーの R32、 GTR を持つにスリップストリームに飛び込む。665馬力同士が猛烈な勢いで加速していく。相葉かっこ彼は迷わずインへ潜り込んだ。誰もが飛び込みすぎだと思うほど奥深くまでブレーキを我慢する。モザールゴから伝わるフロントタイヤの限界。 CRP2 ロードセルペダルを繊細に踏み分け、タイヤがロックする寸前で制動力を最大限に引き出す。PS5 接続方法、ラズレーション2、使用 PS5 とラズレーション 2PS5 背面の USB ポートとラズレーション2を USB ケーブルで接続します。ラズレーション2とモザール5ラズレーション2の USB ポートとモザール5本体の USB-B ポートを接続します。ペダル、シフター、ハンドブレーキ、CRP2 ペダルは R5 本体のペダル端子へ接続。シフターはシフター端子へ接続。ハンドブレーキはハンドブレーク端子へ接続。電源を入れる。モザ R5 ラズレーション2 PS5 の順で起動すると認識しやすくなります。モザピットハウスで設定。 PC でもザピットハウスを開き FFB やステアリング設定を調整。設定は R5 本体に保存され PS5 でも反映されます。15秒82ワチ。ファステストラップは1分46秒356。2位との差は5秒14に GTR カップ完全制覇。665馬力
1740kg。数字だけを見れば決して軽快なマシンではない。しかし正しいセッティング、正しい荷重移動、そしてモザール語が伝える確かな情報、そのすべてが一つになったとき、GTR は単なるハイパワ 4WD ではなく、ドライバーの意志に忠実に応える一台へと生まれ変わる。もし MFG の世界で相葉俊仮が GTR ニスモを選んでいたなら、その走りは GTR は曲がらないという常識を塗り替え、新たな伝説を生み出していたかもしれない。これは GT7 だからこそ描けるもう一つのif物語である。最後までご視聴ありがとうございました。サカモン33でした。